今月の主役は2人。男子は張本智和、女子は伊藤美誠。片方は世界3位へ、もう片方はトップ10外、そして代表外。日本卓球の今がかなり見えるランキングになっています。2026年4月27日発表の最新ランキングを1ヶ月前のランキングと比較しながらチェックしていきましょう。まず男子から見ていきましょう。1位ワンチューチン、先月からさらにポイントをアップさせてきました。もうこの選手だけ別の競技してますよね。圧倒的な1位です。2位トルルス・モーレゴード、世界2位をがっちりキープ。スウェーデンのエースとして完全に定着していますね。3位我らが張本智和、先月4位から1ランクアップです。後ほど詳しく見ていきます。4位フェリックス・ルブラン、先月6位から2ランクアップ。ポイント自体はわずかにダウンしているんですが、上の選手が落ちてきた影響で順位は上がってきました。5位ウーゴ・カルデラノは先月の3位から5位に2ランクダウン。これも後ほど詳しく見ていきます。6位リンシドン、先月5位から1ランクダウン。こちらもポイントが大幅にダウンしていて失効の影響が出ています。7位リン・ユンジュ、先月と同じ7位でキープ。ポイントはアップしています。安定しています。8位松島空、先月から8位でキープ。ポイントは650ポイントアップと着実に積み上げてきています。9位ジャン・ウジン、先月10位から1ランクアップ。10位ダン・チュー、先月11位から1ランクアップ。今月のトップ10の流れとしてはカルデラノとリンシドンが失効で下がって張本とフェリックスが繰り上がってきた、そんな月でした。続いてピックアップ選手、張本智和の1ランクアップ、6000ポイントから6070ポイントへ70ポイントアップしています。この中身を見ると新しく入ったのはワールドカップマカオ2026の450ポイントです。ただしそのまま450ポイントが丸ごと上乗せされたわけではありません。先月の内訳に入っていたシンガポールスマッシュ2026の380ポイントが今回の上位ポイントから外れています。つまり380ポイントが外れて450ポイントが入った、差し引きで70ポイントアップ。派手にドカンと伸びたというより、すでに高いポイントを持っている中でさらに下のポイントを少しずつ押し上げている形です。これめちゃくちゃ強い選手のランキングの上がり方ですからね。上位3つには WTT ファイナルズ香港2025の優勝1500ポイント、アメリカスマッシュ2025準優勝1400ポイント、 WTT チャンピオンズ横浜2025の優勝1000ポイント。この大きなポイントがしっかり残ってて、そこにワールドカップマカオ2026の450ポイントが追加。だから張本智和は一発で急浮上したというより、高得点の土台がすでにあって、そこに新しいポイントを積みまして世界3位になってきたという形です。3位という順位が本当に板についてきましたよね。頼もしい限りです。2ランクダウンしたカルデラノも紹介していきましょう。去年のワールドカップ優勝で持っていた1500ポイントが失効して、今年のベスト4の680ポイントに入れ替わった形です。820ポイントダウンの原因はこれですね。弱くなったわけじゃない、去年の貯金が消えただけです。中国シャンパン、先月9位から今月15位、6ランクダウン。ポイントも1055ダウンという大きな下降になっています。原因は昨年の WTT チャンピオンズインチョンで優勝して得た1000ポイントが4月6日に失効。さらに WTT コンテンダー大元2025のベスト4で得た140ポイントも4月13日に失効。この2大会で合計1140ポイントが消えています。何度も言いますが、シャンパンが弱くなったわけじゃないんですよね。去年 WTT チャンピオンズで優勝するぐらいの選手がその貯金を使い果たした、そういう話です。ランキングって今の強さだけじゃなくて、去年稼いだポイントがいつ消えるかで大きく動く。シャンパンはまさにその影響をもろに受けた形です。続いて中国ウェン・ルイボ、先月17位から今月11位、6ランクジャンプアップです。今回の上昇はシャンパンと真逆、自分で新しく稼いだポイントによるものです。今月の WTT コンテンダー大元2026でなんと優勝400ポイントを獲得しました。さらに ITTF 男女ワールドカップマカオ2026でもベスト16に入って300ポイントを追加、2大会で合計700ポイントをアップさせています。そのコンテンダー大元の決勝の相手が32歳の吉村真晴選手だったんですよね。吉村選手準決勝で宇田幸矢選手を破っての決勝進出で2ゲームを先取する大健闘を見せたんですけども、最終的にはウェン・ルイボのパワーに押されて準優勝という結果でした。ちょっと関係ない話ですけど、32歳で WTT コンテンダーの決勝まで勝ち上がってくるっていう、本当にすごいですよね。対してウェン・ルイボは中国の激しい国内競争を勝ち抜きながら世界でも結果を出してくるっていう、まだ19歳っていうことでこれからが楽しみの選手です。戸上隼輔、先月の22位から今月18位、4ランクアップ。ワールドカップではカルデラノに3対4で敗れてベスト16敗退でしたが、ポイントは1650ポイントから1820ポイントにアップしています。理由はポイントの入れ替わり。去年のワールドカップベスト16の130点が消え、今年のワールドカップベスト16の300点が追加。同じベスト16でも差し引き170点アップとなり、トップ20圏内へ順位を戻しました。
続いて女子を見ていきましょう。1位スンイーシャ、先月からポイント変動ゼロ、揺るがないですね本当に。2位ワンマンユー、先月からポイントをアップさせて2位をがっちりキープ。1位スンイーシャとの差は1277ポイント、この2人が別格なのは変わりません。3位チェン・シントン、先月からポイントがダウンしています。3位はキープしているんですが後ほど詳しく見ていきます。4位ジュユリン、先月からポイントが若干ダウン、4位をキープしています。5位張本美和、先月6位から1ランクアップです。ポイントはわずかにダウンしているんですが上の選手が落ちる中で相対的に上がってきました。世界5位、改めて凄まじい。6位チェン・イー、先月7位から1ランクアップ、キープに近い形ですね。7位クワイマン、先月5位から2ランクダウン、ポイントも大幅にダウンしていて執行の影響が出てきています。8位1ED、先月も8位でキープ、ポイントは550ポイントダウンしていてキープはしているもののだいぶ削られてきている様子です。9位ザビーネ・ウィンター、先月12位から3ランクアップ、ポイントも大幅にアップしています。バック名をアンチラバー、いわゆる変化系ラバーに変更後めきめき結果を出し続けている面白い選手です。10位シン・ユビン、先月13位から3ランクアップ、いい動きですね。3位をキープしているチェン・シントン、ポイントが425ポイントダウンしています。執行がかなり大きかったんです。チャンピオンズインチョン、2025での準優勝で得た700ポイントが執行、さらにワールドカップマカオ2025の525ポイントも執行、合計1225ポイントが消えました。一方で新しく積んだポイントとしてワールドカップマカオ2026で450ポイント、さらに350ポイントが繰り上がりで補填されましたが差し引き425ポイントダウンという計算です。1225ポイント消えて800ポイント補填、それでも3位を維持しているのはさすがと言える部分です。ただ5位の張本美和との差は250ポイントしかないので来月どう動くかは要注目です。早田ひな、先月9位から今月11位、2ランクダウン、ポイントは3330ポイントから3225ポイントで105ポイントの微減となっています。トップ10の一歩外というところが続いていますがまた上がってくる力のある選手です。主な理由はコンテンダーチュニスの280点が消えたこと、ただし代わりにヨーロッパスマッシュスウェーデンの175点が入ったため差し引きでは105点のマイナスに収まっています。大きく崩れたというよりランキング対象ポイントの入れ替わりでトップ10のすぐ外に撤退したという形でした。そしてここからが今月のもう一つの大きな変化、伊藤美誠、先月10位から今月13位、3ランクダウン、トップ10から外れました。大きかったのは去年のワールドカップで獲得していた525ポイント、これが今回のランキングでは消えています。さらにチャンピオンズ2025の175ポイントも消滅、この2つだけで合計700ポイントがランキングから消えた形です。一方で新しく入ったポイントもあります。今年のワールドカップで300ポイント、さらにチャンピオンズ横浜2025の90ポイント、つまり700ポイントが消えて390ポイントが入った、差し引きで310ポイントマイナスということでした。今回ゴールデンウィークの世界卓球団体戦の日本代表にも伊藤美誠は選ばれていないということで、長く世界卓球の日本代表として戦い続けてきた伊藤美誠が今回の世界卓球団体戦では代表から外れました。昨年のワールドカップと世界選手権で銅メダルを獲得するなど大舞台での強さは本物ですし、東京オリンピックの金メダリストでもある選手がこういう状況になるっていうのは日本女子卓球のレベルが本当に上がってきている証拠でもあります。ただ伊藤美誠にはまた絶対戻ってきてもらいたいですし、俺は勝手に同じ年として応援し続けています。橋本穂香は15位でキープ、こちらもコンテンダー体験でベスト4に入っています。花ゴーダ、エジプトの選手ですが先月26位から今月20位と6ランクアップ、最大の理由はワールドカップのポイント更新、去年の40点が今年は準々決勝で450点に増加、差し引き410点アップとなり一気にトップ20まで上げてきました。以上2026年4月の世界ランキングチェックでした。世界ランキングチェック意外と月1ぐらいでやってもいいんじゃねって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今月のランキングを解説しながら思ったんですけども、去年稼いだポイントが一瞬で消えるっていう、なんかマジで貯金みたいですよね。必死に貯めたのに気づいたらないっていう。俺は貯金ゼロ男なので世界ランキングチェックが10回目とかなる頃には貯金が少しでも増えてたらなと思います。皆さんも貯金執行には気をつけてください。何の話してたんだっけ。バイチャー